ジャンプ流ジョジョリオンができるまで。先生お忙しいところお邪魔しております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。もう始めていいんですか？はい、どうぞ。じゃあまあちょっとね、鉛筆削るところ始まったけど。こういうとこ取れるの？これは毎回ご自身でそうですね。なんか儀式みたいな感じ。儀式、そうですね。儀式っていう気分がここから入ってくる感じもありますよね。青ペン、その下書きの前の青当たりを取るペンだけなんですけど。この儀式はちなみにいつぐらいからやられてるんですか？これもずっと最初からですね。デビューの時からです。昨日までネームやってまして、ネームってもうそういう言葉使っていいんでしょうか。こうネームやってまして、こうできましたので、こういう感じで16ページですね。で17ページは17ページ、こうなるわけですよね。でこう割っていくわけですよね、コマを。だけどこうネーム通りではないっていうか、清書の時はこうなんかリズムとかあるんで、これ変わるんですよ、こうやりくり。でもこれ基本設計図はこういう感じで、まあここはほぼ同じ感じでいい。まあ15までもう完成してますんで。じゃあ今日は実際の原稿を書く様子を撮影させていただく。はい、そうです。この内側の線のところで構図考えていくんですよね。
一枚一枚やっていくというよりかはこう何枚か見ながら。そうですね。本当は全部もっといくんですよ。はい。いや、こうなんだろう、連続してるシーンだからあんまりなんだろう、一個の流れが欲しいんですよ。そうすることによってこうカメラで撮ってるようなのをね意識したいっていうか、こう言ってるみたいな、ここだけ書いちゃうとずれてくっていうんですかね。で今は今日はここ用にやってるけど、本当だったらガーっていくんですよ。一旦ちょっと当たり入れてって、なんかこう撮影してるみたいに、そういう概念っていうか、例えばここなんかね、こう二人が話してて、はい、なんか重要な話してるんですよ。だからぐっと顔を近づけたいんだけど、もうちょっと行くかなみたいな。なんか、お前分かってんだろうなみたいな雰囲気が欲しいんですよ。だから意識してんのは、なんだろう、こうぐっと密着するけど、そのなんか、しかもちょっと偉そうだから下から書きたいんですよね。偉そうに言うっていうのかな、なんていうか、そういうので、宣言してるところだから、上からじゃなくて下からこう、構造行きたいんですよ。それはネームではね、あんまり、なんとなくだから、そこまではまだ。そうですね、ネームの段階ではね、イメージしてないですね。で、書いてみないと分かんない部分があったりとか、ちょっとライブ感があるんで、入れ替えたりしたり、ちょっといらないコマ入れたりもするんですよ。演劇するときは。だからあくまでも本当に、これはただの設計図ですね。
ネームとかこう今ラフというんでしょうか、下書きとか漫画描く作業ってこう段階がいはいろいろあると思うんですけど、先生にとってこう一番重要なというか一番時間を使うところっていうと。構図とかその表情のとこかな。例えばこれ書くときも、真正面でもいいんだけど、なんかちょっとね、うつむいて、なんか考えながら去っていきたい。こういうふうに見るのか、こういうふうに行くのかが重要。うん。あとね、空間を作りたいんだよね。はい、こう、読者に入ってってもらいたいんですよ。だからその絵に空間性が必要で、この人物2つ描くときの、なんか今、視点がどこにあるかなって、画面の視点が多分ここに設定しといて、その駐車場のシーン描いてんだけど、駐車場のこのなんか奥行きっていうか、それ出したいんですよね。それによってこう、なんか読者がこう、そこにいるような感じになってほしいっていうか、それに従ってのこの、なんか主人公の丈介がこう、ぐっとこう、うつむいて、セリフはないんだけど、その、なんかこのノリスケさんっていうキャラクターにこう宣言して去っていくところなんですけど、そういう感じですね。あとこのなんかね、なんか立ちポーズも僕はちょっとね、なんかこう、気品がね欲しいんですよね。なんだっていうかね、こうスッと去っていきたいんですよね。ダラダラじゃなくて。うん。ちょっと、そういうのが絵に欲しいんですよね。僕の場合は。なんかハードボイルドっていうかね。いや、ここなんかもね、こう、なんだろう。ちょっと横向けたいのは、なんかこうポツンって残された感じっていうの。なんだろうな。寂しさじゃないけど、まあそういうもので、こうまっすぐ見るよりは、こうちょっとこう、横向いてこっちにこう、去っていく方が効果的かなと考えてるので、こういうポーズにしてるんですけど、まあでも、ちょっと猫背にしたりもするし、なんかそういうところも微妙になんかありますよ。でも楽しいのはね、なんかね、こう、いろんな向き変えてんのが僕は楽しいですよね。なんだろう、顔でもね、本当に微妙にちょっと違うだけで、なんかすごい、そのなんか目の位置とかが面白いんですよね。で、こう、一個繋がってて、全部。なんかこう、パーツがね、なんか人体ってこう繋がってんですよ。そこの流れがなんかね、面白いんですよね。これまあ読者には本当関係ないんだけど、こう鼻とこの目の位置とこの口のこういうとこがね、なんかね、すごい好きなんですよね、絵描いてて。で、これ後頭部からのこの流れっていうかね、表情もね、こう目で表情とかなんかそういうイメージがあるけど、すごい口元が重要っていうか、なんかちょっとでね、なんかね、笑ったりとか怒りとかがこのなんか点で表現できるんですよね。なんかその辺の変化がなんか面白いんですよね。でもさっきなんかネームって言ったけど、漫画ってやっぱり絵だと思うんですよね。絵を描いてるから漫画であって、
このジョウスケっていうキャラクターは今までのこの主人公と比べてなんかこうデザイン的にこうしようとかあったんですか？なんかこのなんかセーラー服っていうか、それがなんかちょっと海で遭難したみたいなイメージ、謎めいてるようなんかこう遭難者のようなイメージっていうか、海にいたんだなみたいな。あとね、いつもね、ジョジョの場合ね、このね、なんかシルエットっていうの、髪型とかのここ平らにしたりとかね、ジョータロだったらね、こうなってたりとか、これ重要なんですよ。なんていうか、遠くにいてわかるっていうか、昔のジョウスケだったら、こう、リーゼントがさ、こうあったりとか、あと、ジョルノ・ジョバーナってやつだったら、こうとかさ、なんか一目でわかるシルエットっていうか、それ重要にして、これは書いちゃもうダメなんですよ。はいはい、ということで、なんかこういうシルエットっていうの、そういうところが重要にしたんですよね。なんか漫画としての、なんかこうデザイン性っていうか象徴性みたいなのを、こう劇画なんだけど、気をつけてるっていうんです。気をつけて作ってるデザインっていうか。ジョウスケを最初見た時思ったのがそのスキッパというか、スキッパとかもね、そういうのも全部それですね。なんか象徴性みたいなのがちょっとあって、ちょっとスキッパとかね、ちょっとすると下品になってくるんですよね。難しいんですよね。最初この予告カット見た時、はスキッパじゃねえかっい。てやばいねみたいな雰囲気あるよね一。瞬ドキッとしました。でもまあ慣れるとね、あんま関係ないんですよね。そしてまだ後に重大な、そうですね、その癖にもなってるっていうのもあるし、二つの肉体を手に入れてるっていうか、なんだろう、設定上あるんで、まあ、下書きはもうこんなもんですかね。まあ全部そうかもしれないですね。この敵役とかもね、なんかね、シルエットが被んないようにするっていうのがまず基本ですかね。僕の場合は。で、まあほとんど着替えないですよね。ずっと同じ服着てるし。脱がないです。脱がないですね。なんかそのキャラクターの一部として作っていくっていうか。でもなんだっけな、なんかね、スキッパのね、なんかモデルの人がいたんだよね。たまたまその時。今もういないかもしれないですけど。そういうのもあって、別になんか変じゃないんだなと思いましたんで。毎回主人公の最初のビジュアルが予告とかで発表になるとみんなざわつくんですね。あ、そうですか。はい。僕ら当時でいうとジョウスケが4部がリーゼントでリーゼントね。結構衝撃的でしたね。そうっすね。あの時はなんかもうダサさの象徴みたいな雰囲気になる。でもものすごくかっこよく見えてくるんですよね、読んでると。はい、ありがとうございます。でも、あの時も学生服をちょっとなんかデザインしていこうかなって思ったので。確かにキャラクターデザイン変わらないですね、先生。広瀬光一ぐらいですか？デザインですか？身長とかね。はい。身長はそうですね。身長とかね、ちょっとね。狭間だとか。そうですね。なんかこう、二人が並んだ時に、実際10センチぐらいの身長差ってね、ほとんどに漫画にすると変わんないんですよ。だから、なんかすごい腰のあたりに頭がないと、なんか絵的におかしくなってんで、どんどん小さくなっていくんですよね。それはじゃあ、今のこのラフとか作画をしていく中で、もうライブ感で。そうなんですよね。本当にね、例えばこの、どっちが身長高いって言って、ここにさ、なんか10センチぐらいの人書いたってね、ほんと変わんないですよね。
やっぱこのぐらいになんないと小さい人になんないっていうか、漫画の底はちょっとあれですけど。こんな感じですかね、下書きは。なんか本当に構図とそのなんか印だけかもしれないですね。目がちょっとでかかったり小さくしようかなって思ったりとか、あと眉毛の位置なんかもこうちょっともっと深刻だったらグッと入ってくんですよね、ペンの時に。口がペン入れてからも直していくしね。あ、ホワイトとか。うん、そうですね。これじゃないみたいな。別に全然なんていうか下書きはもう、いや、このままね、例えば5ミリだけずらして書く時もありますよ。なんかちょっと構図違うなみたいな。こういう感じでちょっとずらしていくんですよね。そこもペン入れをしながら。そうですね。例えばですけど、これはなんかなんか不都合なことが起こったりとか、アクションではなんか入んないなとか、気分によってはなんか手を後ろに回してみようかなんな時は手だけグッてやればいいわけなんで、全然重要じゃないっすね。これ濡れてるんでね、全部ね、こう一方向からでしかやらないとダメなんですよ。これ全部ね、なんか定規で覚えてるんですよ。この定規の影で。だからこの定規生産中止にされるとちょっとまたね、不都合なことこの角度のこうできるこの影で覚えてるんですよ。ここに置けば。ここに置けばこの幅が引けるっていう、なんて言うんだろう。だから文房具に関してはね、なんかね、あんまり余計なことしてほしくないんだよね。改良とか。なんかここの角度急に薄くなったりするんですよ。あれがすっごいね、もうね。その定規もじゃあ使ってから長いんですか？これはもう何十年じゃないけど、メモリのとことかすり減ってる。確かに年季が入ってるけど。この丸いコマもなんかね、最初は付け足しだったんだよね。どうしても一コマ欲しくなったけど面積がないじゃないですか、書いちゃうと。漫画ってほんと面積が決まってるからあれだよね。映像みたいにさ、なんか挿入できないんですよね。あれがなんかいつも嫌だったな。特に少年ジャンプはページも増やしてもらえないし、カットもさせてくんないので、絶対になんかね、大腸が決まっててね、ダメなんですよ。で、昔なんか CM みたいなのがあって、この辺に。ありましたね。あれとかもね、もう全部決められてるの。ネームにさ、もうこういう感じで書くんですよ。例えば45ページ CM なしってね、未だに書いてるんですよ。 CM なんかもうないんですけど、何十年も。ここね、2分の 1CM とかね、3分の 1CM、4分の 1CM って書いてないと
ダメなんですよ。今これの名残で 45CM なしずーっとそれのなんかね名残なの。じゃあページ数でいうと今の方がすごくこう書きやすい。自由ですね。2ページとか増えちゃったって言ったり減っちゃったとか全然大丈夫なんで。でもジャンプは絶対許してくんなくて。スティールボールランが少年週刊の時、そうですね。結構ページ数あの時はちょっとで毎週じゃなかったんで、なんか19っていうリズムがね、19ページっていうこう漫画を読むリズムがなんか僕と合わないんだよね。いっつも21どう書いてもなんていうか自然に21になっちゃうんですよ。そうすると2ページいつもどこ削ろうかなみたいな。でここで引きたいのに2ページ足りないっていうのがなんか毎週のなんか思いで。でもその19のリズムになんかどうしても合わないんですよ。体内時計がなんか決まってるような雰囲気がちょっとあるんですよね。DNA が21なんですよ。なんで19なんですかね。ちょっとわかんないですね。ジャンプの伝統。大長女。36ページずつで印刷していく。なるほど。綺麗にバレるんです。19の話だと。でも DNA は多分21ですよ。人間のなんか宇宙の法則で決まってるような気がする。心拍数とかさ、そういうのの関係があると思うんですよ。19辛かったですよ。これ今何をされてるか。なんかペンもあるんだけど何でもいいんですよ。俺サインペンでこう曲線とか書きづらいところをサインペンで先にやっちゃうことにしたんですよ。なんかここただベタ塗るんで、あんまりペン関係ないんですね。これがノリスケさんのやつとかも全部こうサインペンでも先に書くことにしちゃう。それいつ頃からこうやられてる。なんだろう。いやなんかいつの間にかサインペンがダメなのはなんだろう。こう同じ太さでしかいかないっていうどこぐらいですかね。あと消しゴムにちょっと弱いんですよね、サインペン。それぐらいで本当だったらサインペンで書きたいですね。この手間っていうか。
変えていいんならあれですけど、これですね。牧場。牧汁を水でちょっと薄めて。ただこう、クッション用に巻いてるだけなんで、ちょっと汚れただけで、それほど出ないです。先生によってはもうずっと使ってますみたいな人も。あ、そうですか。まあ、うん。まあ、はいな。あんまこだわりはなあく。んまこだわらないですかね。まあ、太さとかでもこれがいいのかな。
先生、絵柄に関して30年近く描かれていく中で、何かこう意識的にこう変えたりとかってしてるんですか？そうですね、なんか自然に変わっあんまり同じものを描かないようにはしてるのかな、他の作家さんに比べたら。だからかなり変わっているんだよね。なんか時代のあれでちょっと軽くしようとか、あとなんか重い絵にしようとかっていうのは結構そういうのは意識してるところあります。陰影の入れ方の違いで、昔はやっぱりなんだろうな、若いせいか勢いがあったのかもしれないけど、とにかくなんか重量感みたいなのを重要にしてた時期もありました。すごい。でも今はなんかこう軽やかなところとか、そういうのもあれかな。なんかこういう白いコマが結構あるんだけど、全部同じようなトーンで描くとなんか疲れるかなみたいな時が思ったことがあって、ここはね、ベタとか入れないで描くつもりなんですよ。もう本当に線だけで薄くしてんで、白いトーンがあるんだけど、それを貼るつもりなんですよ。そうするとここがなんか薄くなるんですよね。こっちの方にベタが入るんだけど、ここはあんまり入れないようにして。これ今ベタというか、そうですね。何使われてらっしゃるんですか？なんだろう、マクソンの耐水性サインペンっていうか、なんだろう、マーカーみたいな。太めのはいなんか、これはいいけどベタ塗ってください。
ていうの、このね、なんかこれから陰影つけていくんですけど、このなんか立体感とか、ここの距離感ですよね。ペンっていうのはただの、もうほんと道しるべなんですよ。僕の絵の場合は。重せを描いてるっていうのは道しるべを描いてるだけで、ここで、なんか影で人物を見せていこうとしてる。で、そこの影のところにこう、締めてってるわけですね。なんかちょっとあれですかね。例えば目だけでも、ここだけじゃなくて、ここに影が入ってるんで、ここのところをこう締めてってるんですよね。こういうふうに微妙に。こういう感じなんですよね。眉があったとしても、ここのところに影が一番強く入るんで、そこのところにこうグッと入れてってるんですよ。こう目もね真ん中にこの眼球があるんで、その丸さみたいなのをこう表現してるんですよね。こうやって。でそれペンでやってもいいんだけど、なんかいちいちこうやってやったりすると、あとポタってやったりすると危険なんで、危険っていうかなんかサインペンの方がいい。どうせ同じなんで、黒けりゃいいんで、何でもいいんです。あとはなんか表情の微妙さみたいなところはちょっと気ぃつけてるかな。ほんとちょっとやっただけでなんかね、笑ったり怒ったりする感じがね、出るんですよね。そこが楽しいんですけど。今描かれてる顔はどんな表情の？なんかこう決意を述べてるとこなんで、なんかそういうのが出ればいいのかなっていうか、なんかちょっとにやけてたりするとあれかなとも思うし、でも深刻でもない。あとはちょっとなんかこう、なんだろう、体重がどこにかかってるとかっていうのはちょっと重要ですかね、人物描くとき。まあ、ポージングかもしれないんですけど、この場合はなんかちょっとね、なんか印象に残ろうとは思ってるんですけど、そういうのもあるんで、同じような、前に、この以前のこの若いページのところみたいなのとはちょっと違う風にはしようとは思ってるんですけど、こう、なんだろう、ちょっと前のめりになりながら下から見てる構図なんで、これが入ってるんですね、手よりも。この腕よりもウエストの位置があっち側なんですよ。こういう形なんですよね。こういう極端だけど、だからこの距離感描きたいですよね。鎖骨の位置とかも前になってるからここに来るけど、上だとこの辺に来たりするんですよね。そういうのはありますけど、でも昔なんていうかこうあれだよね、少年漫画ってさ、太く眉を描くみたいななんか決まりみたいなのがあって、はい、それ細くするときにすごい苦労したんですよね。なんて言うんだろうな、描いてて気持ち悪いんだよね。悪役とかなんか脇役みたいな気分になってくるんですよ。だからあの辺だけど、だんだんなんかそういう時代っていうんですかね、そういうのがあって、こういう感じになったんだけど。確かにジョセフそうあたりまではあの辺なんだろう、その時の流れじゃないけど。でペン普通のこれからどう顔料インク、はい、これでタッチつけてタッチをつけて、
じゃあ昔からこの筆ペンで。そうペンはやっぱりね地球からのさ打撃がこう手にくるんですよ。筆ってやっぱりこう全然ないので腱鞘炎とかになりにくいのではないかなと。あとすごいこう表情が豊かなところがいいっすよね。本当はこうペンよりもこう筆でこのままこう本当は行きたいですけどね。タッチがもうやっぱり荒木先生というか、このタッチ見ただけでも、はい、そういうとこじゃないですかね。しるべとおっしゃってた意味がはっきり分かったというか、なんか陰影だけ描いていくんですよね。こうなんていうか、だからあんまり線に意味がないっていうか。
これはね、なんかね、やろうと思ったら無限なんですよね。いくらでもやれるんですよ。だからどこでやめるかはなんかその気分か、その作者次第っていうか。
一応あとこれでアシスタントにはい回す感じですけど、こういうとこ書いたりとか、無限に描けんだよね、絵って、いつまでもやってられるんですよ。まあそこがまた楽しくなったりすると抜けれない部分が出てきたりするんだけど、こう愛情が湧いてくるとね、ずっとなんかやりたくなるの。まあそこはなんだろう、締め切りもあるしね、なんかこう時間が来たらまあこんなもんかなみたいなのはちょっとありますよね。ええ。でもなんかこう、ずっとやってたいような気もしますよね。それがなんかこう絵なのかなみたいな。でちょっと印刷されたみたいなのとこう見比べて、もうちょっと線太くしようかなとか細くしようかなとか、そういうのはちょっと考えますけど、作画に関しては。あとなんだろう、この後こうカットバックとかでまたカットバックっていうか背景の線、効果線とか入れるとまたちょっと迫力が違ってくるんですけど、その辺もなんか印刷とか見て研究、全然違うんですよね。雑誌になると。で、ここで切れるし、こういう画面になるし、そうするとね、書いてるのとイメージが違ってたりするんですよね。印刷もありますけど、そういうのは、なんだこう雑誌と見比べてとか、読んでみてとか、そういうことになっていくんですけど、まあとりあえずビデオ的、撮影的にはこれかなって感じですね。そうですね。なんかこういう買うとはね、気に入ったりするとね、ずーっとやってたくなんだよね。それで体壊したりするんだけど、それに気をつけてくださいって感じですけど。はい。ジャンプ流変身創作の現場から先生はお忙しいところどうもこんにちは。よろしくお願いいたします。じゃあ早速仕事部屋の方をご案内していただきたいんですが、まず早速ちょっとこの玄関にいろいろと気になるものが。玄関、そうですね。なんだろう。人をお迎えするにあたってなんか幸運アイテムかなと思うものを、この絵はなんだろう、丈太郎の時にエジプトに取材行った時に、買ったその本物じゃないですけども、なんかにパピルスに一応描かれてるというそのエジプトの昔の絵の複製ですね。あとこれ僕は馬が好きっていうかなんだろう、馬を守り神みたいに思ってるので、そういうやつで、あとこれはなんだ、少年ジャンプって連載してるとこう表彰されたりするんですよ。そのなんかトロフィーっていうの、これは350回記念とか、あとあっちも500回記念とかですかね。500回記念とかで、これなんかガラスでできてるやつかっこいいんですよね。それあとこれ担当さんがどっか行った時のお土産、亀もなんかこう健康と長寿を願ってる。あとこれはなんかローマに行った時に、これも石膏ですからね、こういうやつ。そういうのをこう飾ってるってわけじゃないけど、はい、置いてます。で下駄箱ですね。ありがとうございます。下駄箱にあとハンガーっていうの、コート掛け。これ何がこだわりは？別にその辺の雑貨屋さんで売ってたんで、ここ仕事はもうすっごい長いんですよね。もう15年近いかもしれないんですけど、あんまり何にもこだわってないですね。ただ使いやすければいいっていう。はい。普通のマンションですよ、本当に。こういう感じで、あんまり棒が入んないですけどね、こういうお風呂とかね。だからでも画材洗う時とかそういう感じですかね。画材洗ったりとか。
汚いですよこれ。僕もこの部屋入ったことないですけどまあアシスタントとご飯食べたりする、ね、布団敷けば寝れるんじゃないですかね。昔のテレビとか本当になんか応接室みたいなここはなんだろう、ジョジョのなんか漫画が入ってて、まあそういう昔の8巻がないんだよね僕ね8巻だけ自分持ってないの。8巻がないの、ジョジョの。ちょうど2部のいいとこ。そうですね、8巻だけがどっか行っちゃうまあここはまあうちのアシスタント2人の部屋で、最近ねなんかちょっと CG とかパソコンでなんかいろいろ処理したりもしますので、手では書いてるんですけど、そういうのをちょっと取り入れてる、始めたばっかり。具体的に言うとどういったシーンとか？写真を撮ってきて、それをこう抽出してっていうか取り込んで、加工していくって感じですかね。人間ではやんないんですけど、人物では自動車撮ったり、あとその日常のそういうとこ今やってますけど、なんかリアリティがちょっと欲しかったりするんで、まあそういうこんな感じですね。エアブラシ、僕エアブラシ背景にやったりするときはここでやるんですね。イーゼルでここに吹き付けておいて、ここの部屋で吹き付けて、ただそれだけですけど。こちらはまあ冷蔵庫キッチンですよね。まあこのは普通のキッチンで、奥がここにまあなんだろう、こう画材部屋っていうか、なんかこうカラーインクだね。カラーインク、僕カラーインクで色塗ってますので、カラーインクとかリキテックスで塗ってますので、そういうやつですね。ヘアブラシとか。上に一緒に調味料が置いてあるのは何か？これは期限切れのなんか邪魔なもん、その辺に置きとちょっとなんか捨ててもいいんだけど、なんだろうあとはまあ写真とかもここに資料が、アナログカメラ時代、なんていうの、レンズカメラフィルムカメラか、フィルムカメラの時の取材行った時の写真とか置いてありますけど。確かにジョジョってその背景というか舞台がリアルな場所というか。そうですね、全部なんかこうフィラデルフィアとかそこ回ってるやつ、昔の懐かしい、これスティールボールランの時だったと思いますけど、まあこういう、まあただこれだけ撮ってるんだけど取材は結構ご自身で？そうですね、必ず行くようにして、その街並みのなんかこうそういう欲しいとことか地形とかそういうのを撮ってますね。植物とか。確かに舞台が海外のことも多いと思うんですけど、こういったスケジュールでロケしたりというか。1週間ぐらいその原稿をちょっと先に締め切りの先に書き留めっていうの、そういうのをやっといて、まあ10日から2週間ぐらい本当は行きたいですね。そういう感じで年 2,3 回行きますけど、これなんかねすごいね、はい、なんかね変な椅子で腰に負担がかかんないっていう聞いたけどさ、こうやって座るんだけど、そんなでもないよね。だからご飯食べる、ちょっとあれか、ご飯食べる時だけ、ここで先生ここで食事を？僕ははいいただいておりますけど、ここもアシスタントに皆さんおられるけど、僕が一番向こうで、じゃあまずこちらの皆さんの部屋から、じゃあこちらの方から、はい、先生の仕事デスクは最後に、じゃあ最後、なんだろう、だからこういろんなその画材です、原稿用紙ですよね。まずこれ袋ですよね、集英社の袋、原稿用紙。原稿用紙もね、こうちょっと見えるかな、こうサイズがちゃんとこう薄くも書いてあるんですよね。穴を開けてここから始まるっていうか、
裏表あるしね。なんか紙にもこだわる。そうですね、この紙はもう本当になんだろう、ケント紙じゃないんですよ。ちょっと画用紙っていうのかな、ちょっとザラザラしてるんですけど、あんまり変色しないし長い間いいかなと思ったのでこれずっと使ってますね。梅皿、色塗る時の道具ですよね。梅皿で、これは筆線、ごく普通の筆ペン、あとこれサインペンとかですかね。本当に補充っていうのは先生自身いえ、なんかなくなったらチェックする人がいました。でまあこんな感じですかね。これ墨汁使ってるけどインクもちょっと設計図、証券用のこれも耐水ですね。ミスノとか本当にこういう感じです。もうこれぐらいで十分ですけど。はい。ありがとうございます。棚を全部紹介してくれたのは先生が初めてです。そう。ありがとうございます。あと最近あんまりあるかもしれないけど、スクリーントーンですよね。はい。これも全種類。スクリーントーンがトレッシングペーパー。これが白トーンかな。白いトーンがあるんですよ。白トーン。薄くするんですよ、画面を。白いんですね、線が。はい。白いトーン、これちょっと結構使いますね、僕は。キャラ自体がちょっとぼやけてる。ぼやけてる時はこれですね。これなんですか。はい。CG でもいいんだけど、でも僕はちょっとアナログで残すので。頂上でよく使うのはこれほとんどこの1212っていうのが基本で、白い紙の次の濃さっていうんですかね。あとはその次がグラデーションの1207って点が粗いやつに行ってグラデーションですかね。濃くなってその3段階ぐらいですかね。グラデーションです。ここが濃い。この3段階ぐらいしか基本です。あとこれゲラ。次のコミックス前をこれでチェックして、コミックス出る前はこれでチェック。あと紙棚ね、これ重要なんですよ。本当はね、この上がね、ここあっちゃいけないんだよね、紙棚。この天板がね、でもマンションだからしょうがないんだよね。本棚はなんかこれうちのアシスタントが分類してるんですけど、段ボールでちょっとこれ欲しいんだよね、本当は。なんかかっこいいやつ。だけどこれちゃんと分類されてるんですよ。インテリアとか、その地球の大自然とか。もうルーブル美術館の本とか。そういうやつですね。ルーブル美術館の仕事させていただいたんで、カウボーイの本とか。なんかこれとかいいんだよね。中身ダメなの。こういう道具だけ書いたの。輪切り、なんか輪切りの本なんですよ、これ。こう全部なんか船の輪切りになった部屋が解説されてるわけ。輪切りのソルベの話は5部ですか。あれはまたあそこもあれは関係ない。関係ないですか。あれは芸術家がいるんですよ。なるほど。本屋とかにはよく普段から行かれるんですか。そうですね。重いんだけどね、パソコンね、いいんですよね、でも本は。でこちらここが僕のそのエリア。本当にね、ここだけあればいいんだよね。ここの世界さえあれば他のところは本当はいらないんですよ。
オーディオとね、この電話もね、ほんと80年代のバブルの頃のはい。テープ、カセットテープの、ちょっとこれ情報あるかな。あ、はい。でふわっと広めに。はい。カセットテープの、ちょっとやばい、有線電話ですけど、これは何かこう有線結構使いづらかったりすると思うんですけど。いいんですよねこれ。有線、でも、有線の方がいいですよ。安心して。昔はなんかさ、セールスの電話とかかかってきたけど、今もうゼロなんですよね、ほとんど。かかってこないからすごいいいですよ、静か。あとこの机も結構年季が入ってらっしゃる。そうですね。この広さで、ここに資料を置いたり。これずっと使われてるんですか？これとかこれとか、これ自分で作った、なんていうの、画板。これは有名デパートで買ったんですか？とある都内の。もういつ頃に？もう本当に2、30年前。結構昔買ったのをこうずっと使い続けてるから。そうですね。別に新しくする意味はあんまないので。はい。これも今自分でお作りになられたって言いましたけど、角度とか。これは本ですけど、この広さがちょっといいんで、別に買ってもいいんだけど、でもなんかいいんだよね。この上じゃないと書けないです。なんか、これがいいですね。これは筆線で、これはいらなくなったペンとか金属の、これはね終わったらとねちゃんと供養するんですよ。針供養みたいな。これちょっと捨てるとさ、なんかバチ当たりそうでさ、なんかすごいこうあったんだよね。まだ馬ね。あとこれはこうやってこうやってこれねハワイで買ったハワイの土産。本当これはあれですよ。今つむぎちゃんっていうのが買える、折ってみて実際こうやってこうかできる。これはお茶置き。これはメガネケース。メガネケース。今頭にも。頭もあるんですけど、これちょっと度数が違う。いろいろちょっとね、なんかそうだ。遠く見るのとこの辺とか目とか描く時とかね、全部ちょっともうピントが合わなくなってて。こんな感じですけど、引き出しの中とかも見ますか？よろしい。これはシナリオを書いてからこのネームに行くんだけど、その前のちょっといいですか？これセットですね。でもこのシーンどこかな。味香り大きさ幸福感、味香り大きさ幸福感って言って、秘密のこれから会いに行く男の説明してんだけど、ノリスケさんを書くという。これの原稿ここですね。ここですね。これこうネームではこうなってるけど、原稿の時はここになっちゃってる。本当は20ページだけど、ちょっと1ページ前に移動させました。20はここからですね。20はこれになっちゃうんですよね。その人物は企業秘密でっていうのはこれから書くところです。これ、ある場所でこう一コマちょっと入れました。そういうふうにこう直していくっていうか、こういうふうになんとなくこう今はこれ書くとページ数が分かるんですよ。もう大体この分量だなっていうのがあって、盛り上げ方とかでこれで決定していくので、セリフだけ書いてってるんですけど、それをネームの前をこれ書いてネームに演出してって、さらに絵でもう一回演出し直すと、そういうものですね。映画の脚本と同じですよね。場所と登場人物と。もう初期からずっとこの形というか。はい、そうです。これでだいたいね
少年ジャンプだと34枚ですね。ウルトラジャンプだとその倍以上っていう感じなんですけど。こういったのはもうどういう時に書くというか、今日は書くぞと言って書くというか。そうですね。仕事の時間の時にこう組み立てていってっていう形です。気分が乗ったらとかはないですね。そういうので連載はできないですね。なるほど。はい、まあでも普段生活してて仕事以外の時間でちょっとアイデアが浮かんだとか。それはね、だから超シークレットのやつがあるんだよね。ちょっとその超シークレットのやつ。これ某ブランドの人からもらった iPad ケースなんだけど、ノートが入ってるんですよ。ノート俺 iPad 持ってないんで、これが超トップシークレット。はい、ちょっと前の方だったらいいのかな。こうか、こんな風にアイデア、ちょっとこれもやばいかな。ちょっと結構やばいかもしれない。人の悪口書いてたりするからさ。そういうやばさ。そういうやばさあるから。これ悪霊に取りつかれた男、なんか女の人の霊に取りつかれるとか不思議なこと。なんかこうメモ、なんか面白そうな、ベートーベンは耳が聞こえないのになぜ作曲できるのかとか、キリストらなぜ弾いたの、自分のなんか疑問とかなんかそういうのも全部書いてる。入れ墨がペットになって動き始めるとか、そういう。これを使ったやつかな。天候、風で何かをする、水滴で雨をなんだろう、なんか奪うとか、なんだろう稲妻で霧で台風でカエルを降らせるとか、これウェザーリポートの時。そうですね。カエル降らせる。でもこうバツついてるのはね、多分使ったんですよ。もうこの辺はなんかただ捨てる。そういうやつが書いてある。ずっとダメ、もう出てくるやつ。なるほど。ありがとうございます。何冊もあるっていう。これは持ち歩いてますね。なるほど。これ今デザインしたキャラクター、これをこれから描いていくっていう。これはなんかその前にお母さんが出てくるんだけど、こうデザインしてこれにしていくわけですね。キャラクター、新キャラを登場させるときは一度こう。そうですね。こうデザインしてどこに何着せるかっていうのを自分だけ分かればいいんですけど、こうやってで清書していくっていう。これはスタンド、ハトちゃんのスタンド。まあそういうやつですね。こうキャラクターデザインをこう考える時というのはどういったものを？やっぱりこうシルエットから考えてって、この辺に何つけるかなとか。あと漫画ってなんかこの辺になんかで締めるものが欲しいんだよね。リストバンドじゃないけど、なんかちょっとそういうのですかね。あとこの上と上下のバランスとか。でも一目見てこう誰だって分かるのが重要だと思うんで、この場合はこのなんかジョリーン的なやつとここのくるくるってやつですかね。本当はもっとくるくるやりたいんだけど、こう書くの難しいんだよね、くるくるって。こう渦巻いてるのってさ、なかなか難しい。確かに先生のキャラの髪型っていつもこうなかなか理解が難しい。そうですね。見たことない。はい、4次元とかを意識してますんで。ここはちょっと大丈夫かな。まあお礼状とか。あとこれはあれね、キャラクター表を書くやつです。はい。キャラクターを作っていくときにこれいっぱい取っといて。こういうやつですよね。これちょこっとやばいな。それはこれなんかミラノかどっか行った時の写真ですね。コミックスにさ、なんか乗っけなきゃいけない時にあるんですよ、僕の場合。これにしようかなとか。あとこれなんか形状記憶合金、知らないけどクリップみたいなやつだと。なるほど。特に耐水ですね。耐水性にこだわってるだけで、あとは何にもほとんどこだわってないです。耐水にこだわる、理由というと、やっぱり色このまま色塗れますんで、塗ろうと思えば。昔なんかね、2色っていう赤だけのページがあったんですよ。はいはい。あれ突然来たりするんで、
その癖です。伝統というか。これも全部そうか。まあ全部この画材系です、こっちは。まあ以上ですかね。これに貼ってあるのとかは取り分けない？あ、これはね、なんかこの人の横顔がすごい気に入ってるんですよ。これだからこうなんだろう、美の基本っていうかさ、自分が横顔描くときこうかみたいな。ちょっと色あせてんだけど、ちょっとこれを超えるなんかあれがいないのでずっと貼ってますね。これとかも、これはまあ最近なんかデジタルでこう取り込んだりするやつがあるんだけど、あれだとちょっとなんか突然聞きたいんで、僕は CD なんですよね。まあこうやって好きなやつをここで、まあただそれだけですけど、なんかこうシリーズによってこれをメインできて、あ、そうですね、はい、そのこの書いてる時とかの気分とか。ちなみに今の8部だとこういうのよく、あと季節感もあるしね、今夏の終わりなんで、そういうちょっとそういうのがいいなっていう。特にないですけど、これとか。まあはい。誰なんですか？これはショーン・コルビンっていう女性の、これいいっすよ。あとこれとか、これはねもうずっと置いてあるね。バン・モリソンのアストラル・ウィークス、これ何枚も買ってるんで、デラックスエディション、ちょっとだけなんかボーナス入っただけでも買ってさ、10万円ぐらい持ってますよこれ。本当に。結構深いですよね、その質問は。なんだろうな。だからなんで漫画を描くかにまで考えなきゃいけないですよね。多分ね、なんかこう読者とかね、その世間の人に新しい考えっていうか、新しいなんかアイディアとか絵とか、そういうのを見せるために描いてるんだと思うんですよ。今までなかったような文化っていうか世界とか、それが漫画だと思うんで、少年ジャンプってね、そのなんか伝統がすごいんですよ。今まで見たことないなっていうような漫画がすごいあって、それを目指してるのが少年ジャンプの意味だと思いますね。やっぱこれからね、多分ね、ジャンプって僕が書いてた頃はまだ若い雑誌っていうか、なんだろう、これから行くぞみたいな雰囲気があったんだけど、これからっていうのはその伝統みたいなのがさ、こう重くのしかかってくると思うんですよ。で、今言ったようなその少年ジャンプの伝統っていうか、その新しいものを読者に示すぞっていうような精神っていうのがすごく重要になってくると思うので、やっぱ若い漫画家はそこを目指してほしいかなと、そう思います。ジャンプ流実技漫画テクニック第25回建物編3。前回に引き続き建物を描いていくぞ。まずは屋根のへりを下書き。消失点を意識しながら描いていくことがポイント。
続いて窓のサッシ。屋根の模様。建物の模様。パースを考えて描いていこう。最後に影や汚し。ガラスのハイライトを描いていけば建物の下書きが完成。続いて下書きに沿ってペン入れ。定規で丁寧に描いていこう。屋根の模様は手前から奥にかけてペンの強弱をつけることでよりリアルな質感を表現することができるぞ。最後に汚しを入れる。まずは鉛筆で縦の補助線を引こう。それに沿って全体のバランスを見ながら汚しを入れていく。消しゴムで下書きを消し、全体を見て再度汚しを入れバランスを調整。建物の絵が完成。これまで学んできたテクニックを生かして建物の絵を描くことができたぞ。さまざまなテクニックを